今回は天気が悪くアクロバット飛行できない日のブルーインパルスをご紹介します。せっかく航空祭へ行ったのに雨が降ってきた。とてもがっかりですよね。このような日、ブルーインパルスの展示飛行は中止になってしまうのでしょうか。1時間目降下飛行。ブルーインパルスは雲の高さが3000フィート、約1000メートル、視界が8キロメートル以上ないとアクロバット飛行をしません。しかし、雲の高さが1500フィート、約500メートル以上、視界が5キロメートルあれば、様々な体型で編隊飛行する降下飛行を見せてくれます。ほとんどがこの時にしか見られない体型で、飛行高度も低くなるため、アクロバットとは違った見応えがあります。まずは、その編隊をご紹介します。デルタ。ブルーインパルスの基本体型です。前期が車輪を下ろして着陸塔を点灯させたデルタダーティローパスになることもあります。リーダーズベネフィット。前を飛ぶ1番機の後ろに5機が横一列に並んで従います。名前の通り、リーダーの優位性を示しています。オリンピック聖火到着式でも披露された代表的な体型の一つです。ポイントスター。それぞれが星型の頂点に位置し、さらに真ん中に1機配置した編隊です。あまり見られない珍しい体型です。スワン。先頭を飛ぶ1番機が白鳥の長い首を後ろに傘型で続く5機が白鳥の大きく開いた羽を表しています。グランドクロス。名前の通り大きな十字をかたどっています。エシュロン。斜め一列に並ぶ軍用機の基本的な編隊の一つですが、6機もの編隊は珍しいです。最近、なぜかあまり披露しません。ピラミッド。デルタ体型を逆にした形です。デルタから後ろの5番機と6番機が前列に出れば完成しそうですが、実際には先頭列が1から3番機、2列目が5、6番機、後尾が4番機と、なんと4機も移動しています。先頭の1から3番機は、アクロバット飛行時のラインアブレストロールでこの形を取るため、それが基礎になっています。3、大きな木を表した編隊です。クリスマスが近い時期は、車輪を下ろして着陸塔を点灯させたクリスマスツリーローパスを見せることもあります。トレール。各機が縦一列に並んだ編隊です。とても綺麗ですね。ダブルライン。あまりありません。ラインアブレストを2つ重ねています。フェニックス。東日本大震災後に開発されました。デルタから少し後ろに下がった5、6番機がフェニックスの翼を、さらに後ろに下がった4番機がフェニックスの長い尾をかたどった不屈の象徴です。5カード。5機で見せるトランプの5に見立てた編隊です。カシオペア。カシオペア座を表しています。着陸塔を点灯させて見せるカシオペアダーティーローパスを見せたこともあります。キラキラと、まさにカシオペアの輝きでした。2時間目、もっとお天気が悪い日はどうなる？もっとお天気が悪く、飛べるかどうか微妙な日でも、ブルーインパルスはギリギリまで諦めません。前機がエンジンスタートして滑走路まで進み、先に5番機を離陸させ、展示飛行ができるか、天候偵察をさせることがあります。5番機は、会場の周辺の空模様を丹念に調べます。会場を通過するときは、スモークを出したり、見せることも忘れません。かなりの勢いで飛び回るため、これだけでも見応え十分です。天候偵察の結果、展示飛行可能と判断されると、滑走路で待機していた5機が次々と離陸、展示飛行が始まります。半分諦めかけていたお客さんにとって、とても興奮する瞬間です。仮に雨が降っていても、雲の高さと視界さえ確保できれば、展示飛行を行うわけです。こういう日の空模様は、とても複雑なため、雲を避けながら進入方向も工夫し、精一杯の飛行を見せてくれます。いつもとは違う意味で、ハラハラドキドキです。途中で天候が少し回復し、アクロバットできる条件を満たすと、アクロバット飛行に切り替わることもあります。5番機の天候偵察の結果、空模様が条件を満たさないと判断されると、
残念ながら展示飛行は中止です。がっかりしますが、かつて、ブルーインパルスのとある編隊長さんは、迷った時は安全サイドと言っていました。安全第一、大切な判断です。雨でも飛ばせばいいじゃないか、との声が聞こえることもありますが、そんな日は、雲に入ってしまって、どうせ、下から見えません。初めの頃は、降下飛行でも、雲の高さは3000フィート必要で、5番機の天候偵察ではなく、先に離陸した編隊が、飛んでみたけどダメだったと降りてくるのが普通でしたので、いつの間にか、なんとか飛んでみせようという姿勢が強くなったように感じます。3時間目、ずっと雨。雲も低い日。さて、朝からずっと雨で視界も悪く、どう見ても飛行は無理な日はどうなるでしょうか？そんな日でも、ブルーインパルスは精一杯のことをしてくれます。展示飛行はできませんが、お客さんの前でエンジンスタート、滑走路まで隊列を組んで移動し、スモークチャックやもぎり陸を見せ、また、お客さんの前でエンジンを停止して見せるなど、動く姿を見せてくれます。どんなに条件が悪くても、こうして精一杯のことをしてくれるブルーインパルス。最後の最後まで諦めないのは、さすが広報専門部隊ですね。次回は、離れた場所から飛来して展示飛行を見せるリモート展示について詳しく解説します。